ベルベルジンの野原です。明日から1月8日からですね、10日までの3日間、ベルベルジンの方で、スタイリストの森くんを招いて、ちょっとポップアップのイベントをやるので、その商品ですね、ほんとクオリティが半端ないです。物量もめちゃくちゃ多いですね。で、そのごく一部なんですけど、ちょっと紹介を森くんと一緒にやっていこうかなと思います。ちょっと森くんに来てもらって。はい、お疲れ様です。はい、お呼ばれしましたスタイリストの森俊介です。今回よろしくお願いします。お願いします。お願いします。野原くんとはね、同い年そうですねということでね、この前も一緒にロレックスを買いに行った。これ何カット？カット。これ嫁にバレてるやばいやつ。まあね、ちょっとね今回豊さん含めて野原くん含めベルベルジンチームとみんなでね値段とかも考えながらもう年末から作業してきましたよね。そうですね。12月の末からね。もう物が大量すぎて。そうだね。車から出すの大変だったもんね。いろいろね。ありましたね。でも楽しかったね。いろいろ準備してね。お客さんも喜んでくれそうなもの多いしね。本当にクオリティの高いものばっかりで。そうだよね。ちょっとね一緒に見ていってもいいですか。ぜひぜひぜひ、ね、ご紹介させていただければと思います。見ていきましょう。はい。どれから紹介する？ね、ちょっと一部ねここにかけさせてもらってて、でも一部って言ってもこれごくね全部スペシャルだもんね。もうスペシャルばっかりでこれ来ました。レジ裏に飾ってあるやつだよね。ああ、そういう入荷日とかね。ね。スプルースもいっぱいあるんですけど、じゃあスプルースから見ていきます。なんかね今回結構目玉の一つですよね。まあこんだけ集まるのなかなかないんじゃないですか。本当。どうなの店で入る時ってさ、こういうのって月に何回とか年に何回とかなの？なんかもう最近全然入んなくて、このスプルース辺スプルースのスウェットがなるほどね。本当久々に見たなっていう感じの印象が。でもほとんどベルベルジンで昔買ったやつとかやっぱ僕すごいやっぱスプルースのこのピーナッツものが大好きで、コレクションしてたんですよ。で、基本多分家に15枚ぐらいあったうちの今回5枚を出させていただくということで、基本的にサイズはね XL ぐらい、タグ表記はなくても XL ぐらいで、集めておりまして、ただねこれがなんか XL 表記タグついてて XL なんですけど、ちょっとね着丈で言うと3センチぐらい他に比べて短くて、でビッグサイズっていうか同じ XL なんだけどこれだけねちょっとやや大きめ、ですね。基本的なサイズ感で言うとこういう感じで、なんか今このご時世ビッグサイズ流行ってるんですけど、ジャストミにこう着ていただいて楽しんでいただくような感じで着用いただけるかと思います。はいね、いろんなやつありますけど、これね白だね。これね同じの2枚持っててね両方とも野原くんからね買ったんですけどね。ありがとうございます。そう 2着持ってて1着ちょっと状態のいいのが手に入ったんで、1着今回ね出そうかなと。イベントで、はい、これ結構僕おすすめなんで、この中でもぜひぜひ買っていただきたいなと思います。これがね僕のピーナッツの始まりでした。これをベルベルジンで20代中盤ぐらいの時に買って、こっからねコレクションが始まったんです。ピーナッツ、これ僕のピーナッツコレクション人生。本当は手放したくなかったんですけどね、なんかこういうイベントってことでね出させていただくんですけど、いい感じのねボロ感もあって、この首周りとかもそうなんですけど、なんかこれはこれでねかっこいいなと思って楽しんでいただけるかなと思っております。いいですね。ピーナッツね、こんな感じにしときましょう。もう端からやっちゃいますか。やっていきましょう。まずこれはもう野原くんの方が詳しいよ。いやT パターンですよね。 T パターンいわゆるのセットアップ。セットアップだね。別々に販売はしますよねこれね。そうです、別々で販売で。でサイズがスモールレギュラーの表記ですね。パンツの方も、スモールレギュラーの表記になっています。両方 S ですね。僕のジャストで着ておりました。ぜひセットで買っていただきたいかなっていう。状態めちゃめちゃいいよね。めっちゃいいと思いますね。すごくいいと思います。これは綺麗です。久なかなかね見ないよね最近ね。これって2000何年なのこれで。2000年入ってるくらいの年代のものにはなると思いますね。わかりました。はい。次これも野原くんの方が詳しいね。これが MA1 の初期ですね。初期のものになっていて、そのリブがカスタムされていてっていうところですね。この辺は、ある程度古い年代のものだと思います。この首のところですね。
これね豊さんがカスタムしたっていうストーリーもありつつそういった話もぜひ店頭で面白いよね。していただけるといいかなと。かっこいいです。そして来ました。ここですね、はい持ってます。パタゴニアのフリース、両方ともね。正直モデル名は分かんないです。これテストサンプルってあれだよね。もう言っちゃっていいんだよね。そうですね。ついてますねこのタグがこっちもこういう風についてます。サンプルです。だから世界に1点ってことだよね。サンプルってことは。そうですね。しかも状態どっちもめちゃめちゃいいよね。すごいね。もこもこやフリースの状態超いいもん。すごいわ。これねでも買ったけど1回も着てないんですよ。両方とも。森君のそう着てないシリーズね。ベルベル人で買わしてもらったんです。これ両方とも。もう山田さんから森いいの入ったぞっていうんでこれ2つ買わしてもらったんですけど、まあ1回も着ることなかったんで今回新たにちゃんと着てくれる方の手に渡ればなと思って出させていただきますので、はい、ちゃんと着てくれる方募集しております。はい。であとレザージャケット。レザーいっちゃう。はい。これがルイスの70。ただサイズ感で言うとサイクロンのレディースなんですよね。もうレディース縦になってて、でサイズ感はメンズの、僕ぐらいの人がジャストで着れるサイズ感です。はい。で70の見分け方としてこのね本当にバックルが本当に昔のはこういう風に平べったいバックルなんで。見分け方としてはこんな感じで70と見分けております。あとこっちがショットのツートン。これ本当にオリジナルでツートンです。はい、いいですそう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 。これねすごいレアなんでサイズが合う方もしいたらすごいおすすめです。この辺いいっすよね。いいと思います。革の質感もいいし、面白いです。でミリタリーかな。じゃあいっちゃいましょう。ちょっと取っちゃいますね。これ野原くんの方が詳しい？いやロイヤルネイビー。森くんの方が詳しいんじゃない？これロイヤルネイビーのベンタイルスモックパーカーなんですけど、これデッドなんですよ。デッドでサイズこれ見てもらうと分かるんですけど、基本これ大きいサイズが多くて、こっちが170、いくつとか結構そのでかいサイズが多いんですけど、今回は僕らみたいに、日本人が着てもう本当にちょうどいい感じのサイズ感のものでデッド、これって本当ないと思うんですよね。で買ったのも10年ぐらい前だったんですけど、僕が基本被り物苦手な人間でこれも1回も着ることなく10年前からタイムワープしてきた洋服になりますので、なんか着てくれる方ぜひ募集しております。はい、これね結構ね俺お気に入りで着てたんだ。これいわゆるベトジャンですよね。3文字の袋60、ね、見ないよね。まあ珍しいと思います。だってベトジャン出てきても服1文字、服と虎かね。これはちょっと、ね、赤龍っていうのもすごいよね。なんかやっぱ雰囲気もその生地感もちょっと違うよね。普通のベトジャンの生地とはまたちょっと違う感じの生地感になって、背中のカラフルなカラフルだよね。すごくいいですね。レインボー、いいと思います。これも僕これ本当お気に入りで着てた。ベトジャンってもともとサイズちっちゃいじゃないですか。結構ねこれもちっちゃいんだけど、なんか逆にちょっと春先とか夏場本当になんかクーラー効いてる部屋で T シャツの上にさらっと羽織っていただいて着ていただくのが良いかな。あと体のサイズがジャストで着れる人なんかはすごいおすすめだし、もう本当になんかちっちゃめに着たいよって人いてもすごい長く着れるやつだと思うので、3文字探してた方はぜひおすすめでございます。はい。続いてこの森くんじゃないですか。これね、いや俺も分かんないんだけど分かんないって言っちゃうとなんかこのチャンネルでいいのかな、果たしてなんかごめんなさい。僕らもバブアーとかってあんま知識がないんですけど、もともと軍物なんだよねこれ。ソルウェイジッパーってモデルなんですけど、これもね、ライナー付きでベルベルジンで昔買わせてもらったやつになるんですけど、なんか今すごいやっぱ数が少なくて人気らしいですよね、このソルウェイジッパーね。なんか軍物の中でやっぱり一番着やすいのではないかなっていうところで、ウエストがこういう風にベルトついてるんで、バブアーって基本インターナショナルとか形ついてると思うんですけど、これも同様についているので
長くこうロング丈で着てもらってウエストで絞るっていう感じで着てもらえればなって思っております。まあ普通のねビデールとかそういうバブアーに飽きたよっていう人たちいたらこの辺のモデルすごいやっぱレアなんでおすすめですね。はい、今回出させていただきますんで、これもなんかサイズ合う人いたらぜひ今から戦力になるアイテムかと思います。続いてこちらでんブルックスレンジですね。ね、どうですブルックスレンジ、まあちょこちょこは見るか。ちょこちょでもこれこはあれなんだよね、ちょっとまた違うんだよね。そう、四角の方だよね、丸と四角があって、そうそうそう。最近ねほら俺私物のこれグッチですけど、グッチもねこれブルックスレンジモチーフで出して、こっちは丸なんだよね、はい、こういう丸復刻のタイプで、こっち四角でやってて状態めちゃめちゃいいんですそうよね。めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃサイズが S 表記。 S 表記だけど多分もともと大きめの作りなんで、普段なんか M とかL 着られる方でも全然着れるかなと、あとダウンがすごいね、パンパンでパンパンに詰まってます。まだもう動画でも多分状態見ていただいて分かると思うんですけど、すごいもう本当にパンパン、ダウンがね二重にこうなってるんですよね。二重の袋になってて、こっち側とこっち側両方にダウン詰まってるんですごいボリューム感あったかいですねこれはね、これちょいちょい着てたんですけどね、だから本当は売らなくていいものなんですけど、まあ今回ベルベルジンでこういうポップアップということで出させてもらいます。ありがとうございます次がねこれあれなんですよ、ヴィンテージじゃないんですけどポール・ハーデン。ポール・ハーデンって知ってます野原君？名前はね有っていうぐらい名ですよね。ギャルソンの青山店とかドーバーストリートマーケットに取り扱ってる、アルチザン系のブランドになるんですけど、僕すごいポール・ハーデン好きで、なんかやっぱりポール・ハーデンのジャケットと、セットアップとかすごいいろいろ持ってるんですけど、今回自分がね白をやっぱり結構汚しやすいっていうことでカレーとかこぼしたりとかするのが怖くてなかなか着れなかったんで、今回春とか、白のジャケットちょうど探してたよっていう人がいたらすごくおすすめなんで、こちらも出させていただきます。もう素材はね、リネンかな、リネン100、ちょっとねあれなんですけどリネン100になってますね。これがねこういうタグになってて、ここに表記あります。あ、リネンですね、リネン100、はい。で裏地がコットンですね、はいなってます。はい、じゃあ次野原くん、これ D も D のカバーオールですね。これね探してる人多いと思います。タグもしっかりあって38レギュラー。なんか逆に結構カバーオールって大きく着たいって人もいると思うんですけど、これジャストに着てもらうのもすごいかっこいいと思うんですよね。パンツも細め合わせてジャストでニットとか合わせてね着る、なんかこう手書きのレター入っちゃってるやつ多いじゃないですか。背中に入ってるやつが多いんだけど、これはね無地のタイプなんでね、探してる人いたら本当おすすめのやつですね。状態もめちゃくちゃいいと思います。いいね、破けてないしね、これね確かにでもデッドで買ったんだよね。あ、そうなんだ。そうデッドで買って洗っちゃった白だから気になるじゃんはい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 。襟のこう黄ばみとか白シャツと一緒に気になっちゃうんで、これちょっとね一回洗ってます。はい、続いてモヘア2種類いこうか。これねででん、これね本当にね3つあるんだよね。もう一つあるね。もう一つある、あるね。だけどすごいレアなところを出していこうと思います。写真撮ってなかった？こっちも。あ、そうそうそう、黒モヘアですね。黒モヘア、サイズが M、ミディアム表記。黒モヘアね。ちょっとこの後スチームで形整えちゃいます。これはでも探してる人も多いと思うし、出てこないよねまずね。そうね、ほんとこれレア。ポケ付きいいでですね。黒モヘア、あとはカート・コバーンで有名なヤングブリードリベアかな、リベアかもしれない。なんか俺この読み方がわからないんでヤングブリード言ってたんですけど、これヤングブリード以外もあるんで皆さん注意してください。これはいアーガイル柄でね、カラーリングもすごくいいです。そう S 表記だけど全然着れる人もいるんじゃないですかね。結構ね多分これもまだ伸びるんで、ちょっとね、後で形ちょっと整えようかなと思っております。はい、こんな感じのモヘアもございますし、あとはベベンライフガンね、ネイティブガン、黒モチーフ、黒ベース。豊さんも着てるよね、なんかこういうのね。そうね、ほんと好きでよく着てるね。やっぱ黒ベースっていうところが、そしてサイズが M 表記。これいいよ、
で特にダメージもないですね。ないです。これもねベルベルジンで以前買わしてもらったやつなんですけど、なんか自分がなかなかやっぱこういうの似合わなくて一回も着ることがなかった、日の目を浴びてないカーディガンでございます。まあ、好きな方絶対いると思いますね。めちゃめちゃいるでしょこれねあとはこちらのスウェットスかスウェット、これとこれどうしようかね。カラーフロッキーの黒、ね、ミシューリミズーリか水売りなんか汗た感じいいよね、黒のその汗た感じ。タグこそついてはいないですけど大きいですサイズが、普通に L アップは全然あるよね。ある。俺でこれよりも全然でかかったから、多分普通に着てもらえると思う。50？まあ50年代50年代ですね、これはいいよね、はいフロッキーいいと思いま同じぐらい年代のツートン。す。そしてピン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 のピンです。これはこれもベルベルジンで買わしてもらいました。ただ一回も着ておりませんコレクションだったんで自分の中で多分。しかもめちゃめちゃ形いいんだよね。こ形れいいね。サイズもいいよね。これ超いいと思う本当に。売りたくないもん売りたくないんですけど、この度すいませんね、ちょっと山田さんの顔色を伺うためにこういうのも持ってきてるっていうで、こいつもまたねすごい状態いいやつですよね。ああこれね、これタグもついていてプロダクツだっけの XL 表記、クセルダブルダブルフイェイスのプリントはラバーですねのプリント。ただ紐もついていて本当程度すごくいいですね。ちょっとね小穴とか多分探せばあるんでしょうけど、まあまあまあなんかすごく、状まあ態いいですね。ヴィンテージラバーには全然問題ないんじゃないですか、ね、めちゃくちゃいいと思います。気持ちよく着れそうですよねダブルフェイスだけど。なんかたまに重いのとかあるじゃんすごい。なんか見た目もそうだけど。これもね森くんリバース何枚か結構ちょいちょい持ってきてくれるけど、ね、まあ一番いいやつなんじゃない。この USMA のパーカー、タグが80年代トリコの XL 表記。 XL だよ。まあ多少、まあ、やっぱこの辺もしょうがないけど、紐も残っててもう染み込みの USMA、 この書体ほんと珍しいと思います。これさリバースの価値が高騰しているっていうのを知らなかったんですよ僕が。それでなるほど。これって買ったのすごい昔なんですけど、家でさ冬とかちょっと寒い時にこう着てたぐらいなんですよ本当部屋の中で。部屋着だ。そうで価値がすごい高くなってるってことに気づいた時にこんな部屋着にしてっちゃダメじゃないってなってハンガーをこう彩る仲間になったっていう。だから後半は全然着てないんですよなるほど、すごいレアですよね書体がね。珍しいですね。これね来ましたで後付けパーカーのボロボロ。いやこれさエピソード言っていいですか今でこそこういう状態になっちゃってるんですけどピンピンで買ってたんですよ。それをなんかやっぱ買った次の日ぐらいに昼前に一回洗おうって思っちゃってネットとかに入れずにそのまま洗濯機かけちゃったんですよね。そしたらもう洗濯機から取り出したらですよもうビリビリになっちゃってて、やっぱ生地がちょっと古いものなんで弱ってたんでしょうね。それをもう結構ショックには感じながらもやっぱりちょっとこうじゃあそれで落ち込んでちゃいけないっていうことですぐにこうミシンでこういう風にこう一個一個穴を全部こう直していってやっていった結果こういうちょっと味系のヴィンテージになっていったと。だから穴はね基本こうやって全部リペア入ってます。リペアしてるんですよこの辺とかも。だからここから破けてくることはないっていう感じで、ステンシルもすごいんだよね4列で。めちゃめちゃかっこいいですね。だからなんかこういう雰囲気が好きな人はただのボロじゃないです。だからなんか安心して着れるボロではあるよね。まあ確かにそれはある。ブランドさんが出してるような感覚で着てもらえるボロになってますんで、まあなんかこういうのが好きだよって人いたらぜひ買ってみてください。こっからデニム系ですね。野原くんこれも野原くんのが得意な70505ビッグ E のサイズが50。まあなかなかないんじゃないですか。もちろんタグも残ってます。でもこれも買ってきなかったシリーズなんですよ。基本やっぱりこうファーストとかセカンドを持っているとそっち来ちゃうじゃん。まあファースト来たりとかセカンド来ちゃうじゃんやっぱ。だから
こっち行かなかったんでね、まだ大人になりきれなかったんだよね。こういうちょっとサードをかっこよく着るっていう風なところにまだ至れず、でも至らないままこういうイベント来ちゃったんでまあせっかくだしちょっと出そうかなと思って、持っててもいいシリーズなんですけど本当は、まあ出していこうかなと思いますんで、サイズ50はね本当探してもあるもんじゃないからね。ないと思います、ね、そしてこの色味もいいよね、まだ全然残ってるしね、楽しんでもらえるよね。なんかのり付けして来てもらいたいですね。いいかなと。あ、これね、これ野原くんも欲しがってたよね昔からね。私的には今回一番好きなロングホーンのデニムシャツ。なんか会うたび野原くんにあれ着てないじゃんって言われるやつ。結局なんか一回もほんとごめん一回も着なかった。これも一回も着なかった。なんか雰囲気いいんだけどね。そう、襟のところリペアがあったりはするんですけど、まあそれ込みでもう本当雰囲気めちゃめちゃいいと思います。いいよね、色落ちの感じもすごいいいしね。いや、これはもうちょっといいですね。好きな人多いよね多分ね。探してる人も多いかもしれません。おドヴィンテージきた。はい、これがチェンジか。こっちチェンジの変形ポケット、ブランドがこちらのところですね。そんなメジャーなブランドではないんですけど、まあ、正真正銘チェンジの古いカバーオールですね。そもそもブランドじゃないでしょもうこの辺になってくると。もう変形まあポケットとかっていうことだよね。まあそこになってきます本当にね、すごいよね。めちゃめちゃいい。年代でいうと1920とか20から30っていうところじゃないですかね。ボタンもね残ってるしすごいよねこれ。そうめちゃめちゃいいと思いますね。本当にカバーオール系統になっちゃうけど、でこちらもそのポケットしっかりあって、こちらもチェンジになってます。トップだけ一つない状態ではあるんですけど、もうこの荒々しい色味すごいいいですね。ただ袖がそうなんですよ、上げられちゃっていてっていうところですね。なんか作業しづらかったんでしょうねもしかしたらね当時の方なんか多分色落ちてるからしてたんだと思うんだよ。なんか多分買った人があげたわけじゃなくて、多分結構当時の人がやっちゃった系だと思いますこれ。当たり出てんだよね。ね、確かにしっかり出てるね。だからなんか働く人で作業しづらかったんだろうねそれがねまあそういうねエピソードをこう考えるのも古着の楽しさですよね。面白いと思います。ユニークなヴィンテージですよね。お、これはいや僕らよりでも詳しい人多いと思うんですけど、ラルフ・ローレンのねメイドイン香港これでなんかこの香港製のこういうレザーとかムートンとかって非常に上質とされてるんですよね。僕も買う時に当時のベルベルジの先輩に教えてもらったんですけど、やっぱりなんかこうムートンのこれねもう現代のムートンとはもう一線をね引くぐらいのムートンの質の良さ、なんかこう肉厚、とにかく肉厚、見てもらうと分かるんだけど、これねあったかいよねこれ絶対。多分現代で作ろうと思っても作れないクオリティ、間違いなくそういうクオリティのもので、ラルフ・ローレン好きな人もそうだしヴィンテージ好きな人刺さるよねこれね。絶対これ好きな人いるね、ダッフルコートなんかムートンちょうど探してたよって人とかいたらこういうのもありますよっていう感じで、次これ一番古いとこに入ってくる今回の古い商品、しかもヴィンテージ、しかもリーバイス。そうですね。これ野原君いかがでしょうか。これがゴマシ WX の22年モデルっていうところですね。博物バッ館クルバック、ちょっと針だけはあれですけどサスペンダーボタンもついていて、でバックポケットがむき出しのリベットになってますね。すごいよね。ただこれに関してはもう森くんがだいぶお金をかけた一本っていうところですよね。いやそう本当これも両方ともベルベル人で買ってるんですけど、なんかもともとある程度リペアは入ってたんですけど、結構なんかその自分で気になったところを直して履こうかなと思ってめちゃめちゃ直してたんですけど、やっぱり怖くてさ1922年のパンツを履くなんて
博物館が外を歩くようなもんじゃないですかだから怖くなっちゃって結局直しを2回ぐらい入れてるんですよねトータルで。1回目入れて履こうかなって履いた時にまたちょっとポツッとした穴が気になっちゃって広がってくるの怖いなって直す時にいろいろな場所直していざ履こうってなったんだけどやっぱりこういつも脱いじゃうんですよ朝こう履いてみて鏡の前で合わせた後にやっぱちょっと今日やめとこうかそれが続くこと何年もかかり1回も履かなかったシリーズです。はい、サイズがウエストが30インチのレングスが27インチになってます。ただね、はい、これ合わせてもらうと分かるんだけど僕こう合わせると分かるんですけどなんか結構ねレングスでいうとそのジャストをもうほんとくるぶしぐらいで履いていたり太めなのでくるぶしで履いてちょっとかっこよく、合わせられるかなっていう感じですね。まあなんかその結構みんなレングスって30とかもしかしたら29とかそのぐらいで合わせると思うんですけど、まあ、身長にもよるけどなんか僕は結構こういう短めのジャストなレングスが好きなんでこの今履いてるパンツとかもそうなんですけど結構ジャストめのレングスが好きなんでこの辺とかほんとちょうどよく履けてました。まあ外で履いたことはないんですけどね、はい、続いてこちらが37モデルですね。すごいよね。これもお金がかかってる一本だと思います。まあ、金具はあれですけどもうこの雰囲気がレザーパッチも残っていて表もすごいです。すごいよね。色落ちえぐいよね。もうこんなのないでしょっていうなんかこの辺のボタンとかこの辺のそのなんていうのリペアはもともとそのベルベルで購入した時からあったんですよ。だから多分これを前に履いてた人がリペアに出したものだと思うんですけどこれに関しても細かくこの辺とか結構ねちゃんと綺麗にリペアしてもらってるんですけどこれとか僕がリペア屋に出してやってもらったやつですね。結構これ、これとこれに関して両方ともさっきのやつもそうだけど非常に丁寧に直しはしてるのでまあなんか雰囲気系ですよね。これのサイズがウエスト36インチのレングスが25インチっていうところですね。これもねでも25インチって表記で聞くとあれなんですけど結構こう太いじゃないですか。だからなんかこれもねしっかり合わせてもらうとこういう風にジャストレングスで履ける感じになるのでなんかこうスニーカーにこうダボッとワンクッション作りたいよって人には向かないかもしれないんですけどなんかこうしっかりとこうちょっとダボッとしかもロールアップ1回ぐらいして赤耳もこの年代のすごい細いんですよね。こんな感じなのでなんかこれを一折りしてもらってなんかちょっと雰囲気出して履いても良いのではないかなとこういう感じでね、いいですね。夏場とかも良さそう、でもまあお客さんの皆さんこう普段から多分ベルベルジン通ってる皆さんこういうデニム慣れてると思うんですけど非常にねなんかそういう真っ紺のものとはまたちょっと別の良さユーモアがあるアイテムだと思うんでなんかこういうの探してたよって人とかあとなんかなんか考えてなかったけどなんか改めて見ると面白いねっていう風に思ってくれた人たちの手に渡るといいなと思っております。じゃあ森君ちょっとねほんとごく一部なんだけど、ちょっと今こうねざっくり見ていきましたけどすごいですね。自分でもすごいクオリティのものを出せたなと思ってますし逆になんかこういうベルベルジンでポップアップをやるってなってなかったら多分出してなかったものばっかなんですよ。だって売らなくていいものばっかなんですもん。自分の部屋にあっていいものばっかりなんで本当にねこういう機会だからもう多分自分の人生で最初で最後のここまでのクオリティのポップアップだと思って僕やってますんであとね今回こう今ご紹介したもの以外も200点そうですね200点あります。例えばなんかヴィンテージもあればあとスニーカーもあるしアクセサリーアクセだとオールドティファニーとかねあとバージル・アブローキのルイ・ヴィトンとかなんかそういうのも含めてちょっといろいろ楽しんでいただけると思うんで濃い3日間になるんじゃないですかね。3日間いつだっけその1月8、8日から10日までの3日間で、営業時間が13時から19時っていう間でやらせてもらいます。明日からだ。古着に興味がある人たちはぜひなんか買わなくてもなんかこんだけヴィンテージ集まることねベルベル人でもそうないでしょ。なかなかないですね。なのでねちょっとぜひ遊びに来てもらえればと思っておりますんで
森くんと2人でお待ちしております。お待ちしております。こんな感じの締めになっちゃいましたけども、なんかこのお願いしますってこう礼してなんかスーって弾くと思ってた佐藤さん